皆さんこんばんは、ミクです。今週の動画は私の2025年上半期ベストバイをご紹介していきたいと思います。実際にはまだね上半期終わってないんですけれども、今年の初めから今まで本当にたくさんいろんなものを買ってきて、その中で使ってみてよかったなって思うものをこの辺に30点ぐらい集めましたので、そちらを皆さんにシェアしていきたいと思います。でこんなにねインテリア用品からお洋服、そして食べ物までたくさんいろんなものがあってちょっと長くなりそうなので、今回はカメラの外に彼にいていただいています。こんにちは。こんにちは。なので彼と一緒に喋りながらご紹介していきたいと思います。それでは2025年上半期ベストバイスタートです。何からいこうかな。もうさ、今年も例に漏れずいろんなものを買ってきて、全部ね買ってよかったんだけど、本当はその中でも頑張ってこの30点選んでいました。どうなんこの上半期はさ、なんかどんな上半期だった？この上半期は結構なんか朝活をした。朝早く起きてご飯作ったりとか、そういう風にね頑張って朝起きようとしたから、やっぱりその朝活、朝ごはん作る時に重宝したものとか気分が上がったものっていうのが結構多めに選ばれています。で何からいこう？ナンバーワンみたいなやつを知りたいね。こりゃいいよってやつを知りたいですね。いやおおこれかな。こりゃいいよでしょ。トラヤのねアンペースト、これはねいいよ。うまいよな。はい、これは正直今年の上半期じゃなくてももっと前から買ってるんだけど、今年はよりリピ買いした。もうね4つぐらいは買ったね今年上半期で。このトラヤのアンスタンドで買えるこのこしあんペーストはねもう本当に美味しいんですよ。まずこれがね砂糖と小豆と寒天だけでできてるんだけど、もうね滑らかなこしあんのペーストなんですね。なのでただパンをトーストしてそこにもうつけて食べるだけで幸せ。俺なんかさ、あなたが動画でさ、それとクリームチーズあといちごだっけ？違う、さつまいも。さつまいも？あれマジうまそう。それマジで美味しくて、さつまいもを蒸してその上にクリームチーズとこのあんペースト乗せて食べるの本当に美味しいからやってみてほしいし、このあんペーストにいちご乗せたりとか、あとは牛乳と混ぜて飲んだりとか、抹茶アイスに乗せて食べたりとか、もう本当いろんな使い方ができるので、こちらはもうおすすめしたいと。ではこの流れでじゃあ食べ物系をね全部ご紹介していこうかなと思います。次買ってよかったもの、こちらビューバイツの干し芋バーです。これはビオセボンっていうオーガニックスーパーで買えるんですけど、友達がねこれ美味しいって言ってて、それで買ってみたらマジで美味しくてリピート買いしてるんですが、これは本当にね原料一つだけ、さつまいも。もう本当にさつまいもだけしか入ってない。さつまいもをペースト状にしてプレスしてこういう板状になってこれ入ってるんですけど、だからかこう食感がなんかちょっとくちゃくちゃして注意系なので、だからねすっごく美味しくて、これねグルテンフリー、砂糖不使用だからあなたも食べれる。そうね、芋はねすごくいいんですよ。あ、そうなんだ。お米に比べて炭水化物量が半分ぐらいなのかな確か。あ、そうなんだ。そうだから同じカロリーでもちょっと多く食べれるとか、あとは食物繊維入ってるから、お通じ良くなるとか。なるほどね、これねすごくおすすめで、でもこれね1個だけ難点、これ1個ね450円ぐらいする。ちょっと高い。だからそんなにバンバン買えないんだけど、カバンに入れといてちょっとお腹空いた時とか非常食的な扱いで持ってます。まあね、干し芋自体高いよね。そう結構ね。そうそう、これはこう手を汚さず食べれる干し芋って感じですね。次はこちらカルディで買えるフォーパクチーコリアンダー。美味しいよね、これね。これ美味しい。フォーの乾麺ですね。ベトナムフォー、に乾燥パクチーが一緒に付属されてます。私はパクチーがあんま好きじゃないから使わないんですけど、もう本当にこれは鶏肉を茹でて、その茹でた汁で乾麺を戻す。そこにこうレモンキュッて絞って食べると本当に美味しい。めっちゃ美味しいよね、本格フォーが食べれます。あとはこちらもカルディで買えます。チョンキワピン合ってるこれはね台湾ネギ餅が冷凍されてるやつ。これもねカルディで見つけてこの前買ってみたんだけど、これ本当に美味しい。台湾のその屋台とかで食べれるようなもちもちのネギ餅です。でこれがこうやって一枚一枚こうね入ってるから、油を引いたフライパンの上でちょっと焼いて間にチーズとか挟んで食べるともうちょっと台湾感じれるっていう。
はい、これおすすめ、美味しいです。はい、あと食べ物系最後こちらスープストック東京の冷凍スープ、トウモロコシとさつまいものスープです。これもねすごい良くて結構リピ買いしてるんですけど、朝ごはんとかって温かいスープとか食べたくなるじゃないですか。そういう時にすぐねこうレンジとかでねチンして食べれるスープ、やっぱ美味しいスープストック東京だからなんか嬉しくなるんですよ、やっぱ美味しいスープ飲むと。もうなんか最近やっぱりさスープの求めちゃうね。なんかあったかいもの飲むとさ、幸福度がちょっと上がるよねそうでやっぱその中でもやっぱ美味しいスープが食べたいなっていう日こそこのスープストック、これを冷凍庫に入れとくとなんかねちょっと朝嬉しくなるんだよね。その中でもこのトウモロコシとさつまいものスープがすごい美味しい、ね。これマジでうまいこれマジで美味しいんでぜひ気になったら買ってみてください。じゃあその流れで朝ごはんをよく作っていたのでキッチン用品というか食器類をねご紹介していきたいと思います。まずはこちらイッタラのティーマシリーズの15センチのボウルですね。こちらグリーンとピンクのボウルなんですけど、これはねやっぱり私が朝ごはんをたくさん作るようになったっていうお話をしたと思うんですけれども、このねボウルにヨーグルトを入れてグラノーラを入れて、バナナとかフルーツをのせる、もうそれだけでね朝のワンボウルが完成するっていうちょうどいい大きさなんです。いや一人暮らしの時ってさそのサイズのボウルいっちゃん使うよね。そう一番使う。ちょっとした丼みたいなご飯入れてそれでもこれ使えるしスープとかにも使えるし、なんだかんだ一番登場回数が多い食器です。色はどうなの？色はねやっぱこのセージグリーンの方がよく使うかな。やっぱねいちごの赤とこの緑がすごくね相性良くて写真撮りたくなっちゃうこうやって。でもそれはもう上半期ならではですね。あ、そっか。もういちご終わっちゃうもん。じゃあ冬になったらもしかしたらこっちかもさつまいもとか置いたらピンクかもしれない。そういう感じでやっぱねティーマシリーズの中でもカラフルなものをセレクトすると毎朝の朝食が楽しくなるかなと思います。次はこちらイッタラのウルティマツーレのグラス、多分 L サイズだったかな。これはちょっと前にタピオビルカラ店というこのウルティマツーレをデザインした人の回顧展に行ってきた時にゲットしたんですけど、これはラップランドの氷が溶ける雪解けの様を表しているのがこのウルティマツーレです。はい、これねいろんなサイズあるんですけど私はこのサイズにしてすごく良かったなって思うのは、これ普通にこのままお茶とか入れて飲むのもいいけど、ここにちょっとデザートボール作る、アイス入れてパフェにしたりとか、朝ブドウとかのフルーツをここに入れて出したりとか、そういう使い方ができるのがねすごくいいなと思って気に入ってます。これ夏だったらほらそうめんのめんつゆとか入れるのにも良くない？間口が広い L サイズのボウルは意外と使い勝手がいいので、ウルティマツーレのサイズを悩んでる方はおすすめです、このサイズ。で次食器最後はこちらアラビアのムービンマグ、スコープ限定デザインのものです。これはスコープっていう北欧雑貨を取り扱うオンラインショップがあるんですけど、そこがなんか25周年ということでそのスコープ限定のムービンマグなんです。でこの柄ねちょっとヴィンテージ感あるでしょ。配色したような黄色だね。そうそう、なんかちょっとクレヨンで描いたみたいなぼんやりとした感じの黄色なんですけど、これはね1970年代にムーンビンオペラっていうのがヘルシンキで劇場で上映されたらしいんですけど、そのポスターをトーベ・ヤンソンが描いたそのポスターの柄がこのマグ、そしてこちらのプレートに反映されています。なのでちょっと絵のタッチが昔のムーミンの感じになってますね。めちゃめちゃ可愛くて、でこのプレートを使ってこうやってカップ&ソーサーにして使えたりするのがねとっても使いやすくて気に入っています。あなたの5つ目のムーミンマグですね。はい、そうですそうです。その中でもお気に入りのデザインのものです。で最後キッチングッズ、これちょっと地味なんですけどマリメッコのランチョンマット、これもね買ってよかったものの一つです。ちゃんとランチョンマットを引いてね朝ごはん食べる系の女子に最近慣れたんですけどその中でもこの緑とピンクのボーダーのランチョンマット、これがねもう何乗せても可愛いんだよね。それは単純に緑とピンクが好きなだけなんじゃないの？もう本当にこれはなんか理由がちょっとうまく説明できない。やっぱこのカラーリングとこのストライプの感じがすごく好き。これにこうお皿とか乗せるのを楽しみに朝ごはん作っているっていう感じです。やっぱねランチョンマット引くだけで見た目のクオリティが上がるね。朝ごはん用意した時にやっぱちょっとちゃんとご飯作ったんだなみたいなのが感じられる。でそのご飯の流れでいくとこちらも買ってよかったものです。
中川玉さんのせいろで日々ご飯。私はもうこの上半期どんだけせいろの料理を食べたかっていう、それぐらいせいろでいろんなご飯を作ってきたんですけど、せいろってやっぱり今結構注目されてて、やっぱみんなせいろで料理してるからレシピ本って本当にいっぱいあるの。そうなんや。そう。でもその中でも中川玉さんのこのせいろで日々ご飯は簡単なんだけど、ちょっとなんか凝った料理みたいな。例えばエビの蒸し春巻きとかさ、あとは蒸し鶏で作るジーローハンとか、その中でもね、このなんかビビンバのレシピがすごく美味しくておすすめなので、ぜひせいろでね料理してみたいなっていう方はこのねレシピ本をおすすめします。このせいろのね質問もたくさんいただくのでお答えしようかなと思うんですけど、このせいろは Today's スペシャルで買えます。5寸のサイズのもので、一人暮らしにはねちょうどいい大きさ。下の鍋も Today's スペシャルで買えるんですけど、こちらもおすすめです。次はじゃあインテリア用品いきたいと思います。まずこちらマリメッコの花瓶です。それマリメッコなんや。はい、マリメッコのこのね胴長っていうの、この花瓶めちゃくちゃ使いやすくてお気に入りです。花瓶は本当にねたくさん持ってるんですけど、最近気づいた、花瓶こそ実用性が大事。なんか可愛さに振っちゃうんだけど、やっぱ機能性っていうのかな、花を生けやすい、それがね一番大事だなって最近痛感しています。これは下の方がねすごく広いので中に剣山を入れやすい。そしてここから上が間口がちょっと狭くなってスッと長くいってくれるから、こういう長いお花を綺麗に飾りやすいんですよね。下の方が膨らんでるとか、ここの間口が広すぎるやつだと花がね結構あっちにこっちに行っちゃうんだけど、わかる？だけどこれはもう下は太くて上スだから少ない本数でもスッと立ってくれる。ここにねドウダンツツジとかそういう枝物を飾っても飾りやすいと思うし、こういう背の高いひまわりとかそういうのもとっても飾りやすい。この花瓶おすすめです。次はこちらローゼンダールのソーラーランプです。このランプもねすごく使い勝手が良くて重宝しています。これはなんかね本当にシンプルな作りでワンタッチでぼやっと光る。これはねすごくまず軽いんですよ。軽いから結構もうどんなところにでも置けるランプなんだよね。私はちょっと職業柄っていうのもあると思うんですけど、動画撮影する時にやっぱりこうライトが必要なんですよね。映像を撮る時に光が入ってるとねより美しく撮れるから、こういうポータブルのライトをいろいろこう動かして撮影してるんですけど、それで持ち運びやすくてコードレスのライトがないかなと思って探してた時にたどり着いたのがこちらのローゼンダールのソーラーランプです。でこれソーラーランプっていうのもあって、充電だけじゃなくて光だけでも充電できる。このボタンのところを4秒ぐらい長押しするとちょっとモードが変わって、明るいところに出たらこれ消えるの自動的に。で暗いところに行ったら光るようにとか、そういう風にも使える。だから結構災害時にも意外と使えるんじゃないかなと思う。そういう感じで、はい、こちらねよく使ってるお気に入りのライトです。あとはこれかな、ヒポポタマスのタオルケットです。ムーミンコラボのものですね。こんな大判なの。ムーミンの絵柄が入ってるんですけど、こちらムーミンの小説「ムーミン谷の彗星」、はい、それの原画モチーフのタオルケットですね。いいタッチですね。はい、ムーミンの原画ファンにはたまらないタッチのタオルケットなんですけど、ヒポポタマスというタオルブランド、皆さんご存知の方も多いと思うんですが、このタオルケットは通常のヒポポタマスのタオルよりも細い糸を使って作ってるらしいから、肌触りが滑らかな。もう夏とかもこれ1枚で寝ちゃってもいいよね。タオルケットだからさ洗えるし。であとヒポポタマスシリーズもう一つ買ってよかったのはこちらのスリッパです。これも同じくムーミンコラボのもの。もうやっぱさスリッパはタオル地に限るね。年がら年中やっぱ蒸れるよねスリッパって。俺はもうタオル地無理。タオル地はちょっともうダメだね。ジュクジュクになっちゃう。私は結構タオル地好きで、やっぱさ履いてる時の肌触りもいいしさ、洗えるじゃんタオル地だったら。あとはピンクのスリッパ履いてるとやっぱちょっとテンション上がるんだよね。明るいカラーのもの探しやすそう。あれスリッパどこやったっけってめっちゃ1日 2,3 回なるよな俺。確かに黒だとね。そうこれからの時期に本当おすすめです。僕はもう無印の下が畳になってるやつ。わかる。もうあれじゃないと俺はもう無理。生きていけない。生きていけない。あれもすごく好きなんだけど、やっぱちょっとおしゃれさを求めるとこういうヒポポタマスのスリッパが好きですね私は。あとインテリア用品、最後こちらオルネドホイユのキッチンスツールです。
あ、そうなんや。はい、これも買ってよかった。オルネドフォーユっていうインテリアショップがあるんですけど、オンラインの。でそこがオリジナルで作ったエラタンのキッチンスツールですね。これ高さがいろいろあるんですけど、私は一番高いものを選んで、朝ごはんとか作った時にキッチンでそのまま食べちゃいたいみたいな時あるのとか、煮込み料理とかしてる時に待ってる時にさ、立ってるのしんどいじゃないですか。まあちょっとこの家自体がさ、そうでもあなたが多分平均身長より高いからさ、キッチンが低いからちょっと腰痛くなっちゃうから、キッチン台にちょうどいい高さのこのキッチンスツール、これをねよく使ってますね。でこれね、座るだけじゃなくって、こういう花瓶とか置くね、ちょっとこうディスプレイ、そういう役割も果たしてくれるんですね。ちょっとスツールの上にこういう花瓶とか置くと部屋の奥行きが出るというか、これはもういろんなシーンで使ってます。いや俺もさステンレスのスツール持ってるけど、ちょっと重たいとさ動かしにくいんだよね。そうなんかいいなと思った、その動かしやすさが。そう軽いよねそれ。軽い、めちゃめちゃ軽くて、もうさっと持ってって、うん、さっと座って、もう用がなかったらもうすぐさっとどっかに持っていける。これがね結構お気に入り。この座面がね可愛いのもお気に入り。ちょっとなんか昔のおばあちゃん家にありそうな、なんかこのなんていうの、ちょっとレトロ感があって可愛くてお気に入りです。そんな感じで駆け足で進めてきましたが、次はコスメとか、あとボディケアとか、あとはオーラルケアとか、そういうものをご紹介していきたいと思います。まずコスメですね。私がもう一番使ったのはこちら、花バイヒンスのリップグロスです。こちらカラーは03モーブ。これはもう今年のこの上半期何本買ったか分かりません。いつもさやばいリップ忘れた、コンビニ行っていいって言ってこれを買う。俺マジ何回遭遇したかなそれに。いやもうなんか全てのバッグのポケットの中にこれ入ってるって言っても過言ではないぐらい、これファミマで買えるんです。コンビニコスメなんですけど、出先でもうリップ忘れたっていう時にもこれをパッて取れば一日安心。やっぱリップ塗ってないとなんかすっぴんで歩いてるみたいな気持ちになっちゃうなんか口に色がないとそわそわしちゃう。これねウォーターグラスティントだからご飯食べても落ちにくいし、でこの03モーブっていうカラーは結構こっくり系の赤なんだけど、フォーマルなシーンでもカジュアルな服装の時でもどんなシーンにでも合わせやすいカラー。これは女性の七不思議の一つですねリップがないと恥ずかしいみたいな気持ちがなんか全くわからないというか、なんかどういう感覚なんやろ。私だけなのかな、もうリップ塗ってないともう外歩けないぐらい。あとさ、サンダルの時にさマニキュア塗ってないと恥ずかしいみたいな。恥ずかしい、裸見られてるみたいそういう感覚ねみんな持ってると思うんですけど、そういうお助けコスメですね。次はこちらプラダビューティーのクッションファンデーション、LN10 ですね。これはね私の友達に愛ちゃんっていうね子がいるんですけど、その子がもうねある日待ち合わせだった時にもう顔がねツヤツヤだったの。なんでそんな顔ツヤツヤなの、めっちゃ肌綺麗なんだけど今日って言ったら、いやこれをね使ってるんよって言われて、今までクッションファンデーションって K ビューティーっていうか韓国コスメのものばっかり使ってて、こういうハイブランドのクッションファンデーションはノーマークだったんだけど、やっぱすごいねプラダビューティー。美容液ファンデって言って美容液成分が入ってるファンデーションなのね。だからファンデーションしながらもスキンケアしてるみたいなもんですみたいな。ざっくりと言うとね、ざっくりと言うと、そうこれは本当に薄付きなのにしっかりカバーされてて自然なツヤが出る。潤うのにベタつかないみたいな感じパフでこう取ってこうピッてやった時にもうなんだろう、本当に薄付きなんですよ。だから厚塗り感がなくて、なのに自然なツヤが出る。これに出会ってからもファンデーションこれ一択です。これねもう下地もお粉も不要らしくって、しかもなんか SPF っていうの、この紫外線のあれの値も最高値。本当におすすめです。仕上がりの綺麗さがちょっとレベチです。使ってさ、なんか俺にさ「あ今日肌綺麗やね」ってさ言われるのをさ待てずにさ「今日私肌綺麗だよね」って言ってきてさなんだこいつって我慢できながら、なんで気づいてくんないんだろうこの人って、今日全然違うのにでもなんかちょっと最近違くない？なんかファンデーションの厚塗り感なくない？なんかね顔がねふわっと明るくなって、そうそう、あと密着感があるよね。なんか浮いてないファンデーションが、そうおすすめで。次はこちら、ビルケンシュトックの、フットスクラブ。最近買ったやつよ。はい、最近買ったやつ。ビルケンシュトックはサンダルのねブランドですね。そこからフットケア用品が出たっていうことで、その中でフットスクラブを買ってみたんですけど、これすごいいい。これはね軽石の粒とローズマリーオイルが入ってるスクラブなんだけど、こうピュッて出して足をこう軽くマッサージしたら古い角質が落ちて、でローズマリーのオイルで保湿されて、
もう流した時本当にツルンツルンなの。なんかサンダル履く人ってさ、うん、足の裏硬くなるっていうね。30代にしてねやっぱりもう足がねカチコチなんだよ。20代の時ってさやっぱかかとふわふわだったじゃん。30代超えてみてかかととか、あと足太ももとかのさ、肌のざらつきちょっと気になってきちゃったよねっていうことで、これはフット専用のスクラブ。でもこれのいいところはやっぱチューブタイプ、チューブでピュッて出してこうマッサージする。だいたいスクラブっていうのはこうやって蓋開けてジャーみたいなのですくってやるのね、そうするとやっぱお風呂場でやってるから水分が入るからなんかちょっと衛生的に、これもチューブだからここでチュッてやるだけで使えるので、そういう面での使いやすさがとってもいいです。さっと使えるそんなスクラブ。あとはこれコルゲートのウィスプ。これ知ってますか？分かんない。これはですねコルゲートってわかりますか？歯磨き粉が有名ですよね。これはですね見てください、これちっちゃな歯ブラシ。これねすごいんですよ。これは持ち歩き用の使い捨て歯ブラシなんですけど、このねブラシの真ん中の丸いボールあるじゃん。これは歯磨きペースト。そう水なしで使えるの。それやってたね。コロコロとこの中のジェルがねちょっとずつちょっとずつ染み出てくる。どう？ちっちゃいな。そう磨きにくいけど、でもこれはポーチに入れれるんですよ。もう水なしでそのままこうさっとね、ちょっと気持ち悪いけどね、ペッてやらないの、水なしでこうすっきりできるし、あとねこの後ろの先端の方、こっちは歯間ブラシですね、爪楊枝的な扱い。これはねもう旅する人、飛行機とか乗る時ね歯磨きたいじゃん。そういう時の歯ブラシセットってこんな大きいじゃん。荷物になりますよね。でもこれこんなちっちゃければこれをポーチにこうさっと入れといて使いたい時にこうやって。これあれはねマウスウォッシュっぽい味だね。そうだね、そう。確かにこれでも確かにゆすがずいけるかも。そうこれレビューだと出先で打ち合わせする前とか、ご飯食べた後にね、に使えたりとかしてすごく便利って言ってて、表面をちょっときれいにして、口さっぱりするみたいな、そうエチケットぐらいの感覚で、とりあえず磨きたい、口すっきりしたいっていう時にちょうどいいこちら。これすごい、はい。最後ビューティー系、こちらマリメッコのポーチです。これ何度も登場してると思うんですけど、もう本当にねこのポーチ使いやすいんですね。いろんなサイズあるんですけど、私はこのペンケースみたいなこの大きさのポーチが一番使い勝手よくて気に入っています。こういうねちょっと長めのリップとかもねスッと入るし、私はこういうさつまいもバーブとかもね全部一緒に入れて持ち歩くんですけど、マリメッコのポーチねいろんな柄があるんですけど、私はこの今期発売されてるこのマーガレットの柄がちょっとマリメッコっぽくなくて逆に好き。なんかマリメッコのもの持ってると全部がウニッコ柄になっちゃうから、ちょっとたまに柄と柄が喧嘩しちゃうんだけど、こういうパッと見マリメッコに見えないなみたいな柄のものを持ってるとバッグの中が喧嘩しなくていいです。はい、あと最後こちらハイドロフラスクのマイクロミニボトルです。ついに私も水をね持ち歩く系女子になりました。これはもう外に行く時に最近よくね持ち歩いてます。200ml しか入らない小さなボトルです。ハイドロフラスクなんで保温とか保冷のね機能もバッチリだし、ちょうどいい飲み切りサイズだよね。これを買いに行った時彼と「これいる?」って何回も言われた。いや俺の主張はね、もうそう店舗にあるってことは、需要があるんでしょう、ただねそれくらいならもう口に水を含んで家を出たら解決するんじゃないかなっていう。これやっぱオフィスとかでお弁当とか入れるちっちゃなバッグあるじゃん、そういうのに入れたりとかさ、女の子ってさちっちゃいミニバッグとか好きじゃん。そういうところにもねさっとお水入れれるの、持ち歩ける。いやでもこれはね私革命。お水持てるようになった。これで俺も革命だったそんなサイズが販売されてるなんて。私はちょうどこれ行って帰ってくるまでの電車と待ってる時とか、そういう隙間時間に飲んでちょうどいい。水分補給大事ですから、これから夏ぜひ検討してみてください補給できてるかなそれでは次、お洋服ですね。お洋服もたくさん買ったんですけど、その中でも厳選しました。まずはこちらチャンピオンのスウェットです。ここにほらチャンピオンマークがある、本当にシンプルな黒のスウェットなんですけど、もうこれすごくいい。これはね彼におすすめしてもらって買ったんだけど、メイドイン USA のスウェットですね。なんかいろんなのあるんでしょ。最近ほら古着がちょっと流行ってたのがあって、その中でやっぱリバースウィーブっていうさ、脇の下の編み目がその胴体と逆になってんだよね多分ね。
あ、へえ。だから乾燥機に突っ込んでもうん縮みにくいっていうのがまあそのシリーズやね。なるほどね。うん、私いつも S サイズなんですけど、これは M サイズ。1個ねサイズ上げて、そうサイズ上げて乾燥機かけ済みですね。でちょうど良くなってるっていう感じで、なんだかんだ一番スウェットを着るんですね。いっぱいお洋服持ってますけど、もう私スウェットとデニムが基本装備なので、スウェットいろいろ持ってるんですけど、やっぱりこのメイドイン USA のゴワゴワ感がね、やっぱ着ててかっこいいんですよ。でこちら買ってよかったなと思っています。はい、なのでこのメイドイン USA のこのスウェット結構おすすめです。はい、着心地もいいし、着た時のこなれ感っていうか、まあまあわかるよ。なんかその同じ黒とかさ、うんでもやっぱちょっとフェードしていくみたいなさ、良さはあるよね。フェードしていくと色があせていく。そう、色落ちがさ綺麗って言われてるよね。これお気に入りです。次はこちらマリメッコのニットベストです。マリメッコの服たくさんいろんなものをね買ったんですけど、なんか一番なんだかんだ着たなみたいなのはこのニットベストですね。なんだろう、 T シャツ1枚ではちょっと寒いみたいな時あるじゃん、今の時期。うん、そういう時にさ、ベストってちょうどいいんですよね。この袖まであると暑すぎる。だからね、サマーニットベストっていうのかな、この絶妙な暑いと寒いの間の時期にもう一番活躍する。その中でもこのウニッコのこの白と黒のシックな色合い、これはね本当におしゃれに着こなせるのでおすすめだし、使いやすいです。だからマリメッコ初心者さんとかはこういうニットベストから入るのが一番いいかもしれない。もう総ワンピースは最初からね行くとやっぱちょっと派手すぎてびっくりしちゃうっていう人多いと思うけど、ニットベストだとちょうどいいと思います。うん、はい、次こちらロンハーマンで買ったフレンチスリーブのトップスです。もうこれすっごいお気に入り。ああ、一緒に買いに行ったやつか。はい、ロンハーマンオリジナルだと思うんだよねこれ。もうこのね襟ぐりの感じとここの袖の感じ、まあほんとフレンチスタイルが完成するんだよね、これ1枚着れば。で私もうすぐパリ行くから、やっぱりちょっと気分はフランスなんですよ。気分はフランスだから、このフレンチスリーブのトップスをねすごくよく着てて、これ後ろがねちょっと背中開いてるのが抜け感ができてすごく可愛い。これだってあなた試着しに行ってさ、はい、良すぎてさ、なんか全色買おうとしてたよ。そう初めての色違いしようとしてたぐらいもうシンプルなのに形が良くて使いやすいトップスです。あと次こちらパサンドバイヌキテパで購入したモヘアカーディガンです。これもねすっごい使えてます。特にお家とかでこのねモヘアのこの透け感のあるカーディガンってなんかいつ使うのって今まで思ってたんだけど、結構なんか家の中とかで T シャツの上から羽織ったりとか、今の時期だったらキャミソールの上にちょっと羽織って出たりとか、なんかねそういうちょっとなんかこなれた使い方ができる、こう透け感があるからおしゃれに着こなせるこのねニットカーデがねすっごくよく使ってるし、着てて可愛いねってよく言われます。こういうモヘアのカーディガン1個あるとねワードローブがね充実するかなと思います。あとこちらヌキテパのワンピースです。ワンピースの中でもこのミントグリーンのワンピースが一番お気に入りです。これ可愛くない？形といいカラーといい。なんかさ、俺結構街中で見るんよね。なんかベビーカー引いてるお母さんがさ、ヌキテパのワンピース着てさ、お買い物行ってるのとか見るとなんかおしゃれやなって思う。そうそう、コットン 100% なのこれ。さらっと着れて着心地もいいし、なのになんかちょっとキッチンとかも出るんだよね。あとはこの首のところの V の感じ、そういうデザインが全部相まっておしゃれさが出るワンピース。では次こちら、ギャップのハイウエストデニムです。もうこれは本当にねスタイルよく見えるデニムです。買ってよかった。もうハイウエストで下の方がふわっとフレアになってるから足が長く見える。さっき言ったこういうシンプルトップス、これにこう合わせるだけでもうこなれ感出ちゃうね。でこれがなんかね新しいデザイナーのラインのデニムパンツなんですけど、なんか最近またちょっとねギャップがね流行りだしてる気がする。一緒になんかお店行った時もさ、めちゃめちゃ人いたもんね。そうこういうスタイルよく見えるしこなれ感のあるアイテムが増えてる気がして、最近ギャップ注目してます。またその中でもこちらのバギーパンツっていうのかな、これお気に入りです。はい、で次こちらアグの厚底サンダルです。これも本当に買ってよかったね。これ上がスウェード素材で高級感ありつつ、このソールの部分がねすっごい軽いの。だから厚底のサンダルなのに歩いててなんか重ってならないというか、歩きやすい、身長もちょっと漏れてスタイルアップする
っていう。今年厚底流行ってますよね。あ、そうなんや。そう厚底のアイテムがたくさん出てるんだけど、大人もおしゃれに履ける厚底です。これも旅行とかでも持ってこうかなって思っちゃうから歩きやすい。足くじいたりしないし、こうやって。ここ数年さ、なんか夏のウーフォス冬のアグしか見てない俺は。もうほんとそう。その夏にアグも参戦してきた。ウーホスはやっぱちょっとカジュアルすぎるじゃん。でもこのアグはこの上のところがスウェードなんで、ちょっとねちゃんとした感があるんだよね。なのでこちらお気に入りです。では最後、コトパクシのバックパック。16リットルのものです。コトパクシはアメリカ発のサステナブルアウトドアブランドらしくって、これの面白いところはこんなカラフルなバックパックじゃないですか。やっぱサステナブルブランドっていうことで生地をこうロスすることなく使い切るために、このバックパック一つとして同じカラーの組み合わせないらしい。なのでここの前面が水色の人とかもいるし、このいろんなこの色の組み合わせがもうオンリーワンらしいんですよ。だからネットとかで私と同じサイズのやつをポチっても違うカラーのものが届いてしまう。あね、そう私はアウトドアグッズのお店で偶然見つけて買ったんですけど、ここの前面が紫なのは可愛いなと思って買いました。これはもう私はね、日常ではめちゃくちゃ食材とか買いに行く日とかにこれ背負って外出てる。これはフィンランドにこれから行くので、フィンランドでヘルシンキ以外の街に行く時に持っていこうと思ってるバックパックで、本当にすごく軽くて、中に1個メッシュの内ポケットが入ってたりとか、あとはここ側面にもポケットがあったりとか、こうボトルを入れるポッケがあったりとか、ちょっとショートトリップ行く時とか、そういう時の持ち物を入れるのにちょうどいいなと思って買いました。だけどもう日常から使っちゃってるっていう、そんなアイテムです。でこのやっぱカラフルなのがやっぱ私好きだから、コトパクシのバックパックはねカラフルで可愛くてとっても気に入っています。結構街中でもね最近見るもんね。海外の人とかよくこれ背負ってるなっていう印象です。ではそんな感じで私の2025年上半期ベストバイいかがでしたでしょうか。実用的なもの2割、あと8割は私がときめくものばっかりなので、参考になるかはちょっとわからないんですけれども、日々動画を配信していく中で動画に映るたびにこれはどこのですかって聞かれることが多かったので、ぜひねそういう方の参考になればいいなと思って今回ご紹介してみました。皆さんのお買い物の何かヒントになればいいなと思っています。あなたもありがとうございました。いえ、下半期もぜひこの調子で頑張ってください。はい、ありがとうございます。では次、2025年下半期のベストバイでお会いしましょう。今週も見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。みくでした。